皆さんこんにちは。お久しぶりですね。去年とかもね、やったんですけど、東京ゲームショウの方に行ってきたので、毎年恒例になりつつある東京ゲームショウの振り返りの方の動画をね、撮っていこうと思います。で、私は今年はですね、土曜の午後に参加しました。どうしても仕事の都合で朝から参加できなかったんですがね、なかなかにね、やっぱニュースとかにもなってる通りに、今年は人が多くて、厳しかったですね。13時ぐらいに着いたんですけど、その時点でブース見たらほとんどね、配布してるものとか全滅してました。ソニックに関しては、お面とスタートブックの方はね、余裕があったのでもらえたんですけど、私有の方は2時間待ちっていうソニックシリーズの中だとフロンティア以来かな、以来っていうか前回がフロンティアなんだけど、フロンティアと同じぐらいの待ち時間になりました。で、とにかくね、人が多いんでね、ホール間の移動が大変なんですよね。その上、それぞれのホールに結構ね、用事があったんですけど、残念ながらね、ゲーム機とか、周辺機器とかを展示してる8ホールの方ですね、に行こうと思ったんですが、移動ができなくてもう諦めました。で、やっぱね、平日含めなんですけど、冒険がないのがね、午後参加の身としては痛かったですね。去年に比べるとね、そこが本当に辛かったです。やっぱね、来年やることはもう決定してるらしいんですけど、午後券復活、もしくはね、そういう混雑っていうか移動とかにもうちょっとね、快適性が出るような通路のね、確保の仕方とかそういうのを求めたいですね。東京ゲームショウの方はね、1日だけの参加ということもあって、なかなかね、忙しくてあんま回れなかったんですけど、とにかくね、混雑に対する対応みたいなのが、やっぱもうちょっとね、必要なのかなと思いました。ただでさえね、そのビジネスデーの時点でも、ライターの方々とかね、あと普通に SNS のフォロワーさんでゲーム業界で働いてる人とか、あと、いわゆるインフルエンサー枠ですね。大きいチャンネルとか経営してる人も、なんかビジネスデーにしてはもう一般と変わんないぐらい混んでたとか、言ってる人がほとんどだったんで、そこら辺の対処がね、来年課題になるんじゃないかなと思います。ここからはスーパースターズの、内容となります。私は体験版はセガブースにて1回だけプレイしました。で、体験版はね、他にも NVIDIA ブースとかサムスンブースの方でもあったんですけど、そちらではね、ちょっとセガブースと比べて小規模な内容の体験版らしいですね。で、セガブースの体験版は、4コース選べて、キャラクターも自由に選べるやつですね。プレイした感想なんですけど、クラシックとはちょっと別物っぽいところがありました。これなんですが、アクションとかは基本的にクラシックシリーズから継承してますし、操作感なんかもね、ほとんど同じなんですが、挙動とかの周りにちょっと違いがあって、一番近い作品がなんとね、ソニック4エピソード2っていう作品に近いと思いました。ソニック4エピソード2の開発元であるね、ディンプスが作った他のゲームで言うとソニックアドバンスとかもあるんですが、それらに近い方のね、挙動の調整を感じました。クラシックとはね、また違うんですよね。クラシック時代に使えてたテクニックとかは、ほとんど使えなくなっていました。結構変わってしまったんですが、完成度自体は間違いなく高いと思いますね。ではね、どのあたりがクラシックと別物に感じたか、キャラクターの性能について話していきましょう。クラシックソニックですが、これはね、割と普通にまとまってました。他の3人がね、結構違う感じがします。テイルスに関してなんですが、ヘリテイルの速度の上がり方の法則みたいなのがね、結構変わっています。2つのボタンを同時に押すことで、クラシック時代は初速を調整することができたんですが、これができなくなってましたね。なんでこれもね、加えて、で、普通のジャンプの挙動とかの感じを見ると、ソニックアドバンスとか、ソニック4エピソード2のテイルスにね、非常に近く感じます。ヘリテイルの攻撃範囲は結構広めに設定されてますが、相変わらず下の方はね、無防備となっています。ただこれのおかげで、必ずしもね、下から当たる必要がないので、ボス戦によってね、ヘリテイルが役に立たないってことはあんまなさそうなのがね、いい調整だと思いました。で、次、ナックルズですね。ナックルズもテイルスと似たような感じで、ジャンプボタンを一つ押しながらもう一つで滑空を始めることでコードを落とさず滑空できるテクニックがあるんですが、これが使えません。で、他はね、特に問題なく使えましたかね。そのコードのハンデがちょっとあるぐらいなところを除けば、割と普通のまんまでした。テイルスほどね、なんか不便に感じる場面はあんまりありませんでしたね。で、エミーですが、
まあ根本から違うキャラに作り直されてますね。ソニックオリジンズだと、エミーはジャンプ中にハンマーを振り回すっていう特徴はまあそのまま継いでるんですが、本作の最大の特徴として2段ジャンプができるようになっています。常にね、2段ジャンプできますので、非常に高いところに行きやすいです。また、ボス戦に関しても、ハンマーでまず1段目は広い範囲を攻撃して、で、2段目はハンマーを持たないんですが、まあ、エミ自身は回転しながらジャンプするので、普通にソニックとかと同じ感覚で的に攻撃できますね。ギミックをほとんど無視してボスを直接叩きに行けたので、使ってて非常に快適でした。ただ、ハンマードロップです。ドロップダッシュと同じで空中から降りた後、ハンマーを叩いて前に進む技なんですが、あれの速度の乗り方が非常に悪かったんで、ちょっと使いづらいところはあるのかなと思います。ただ、まあ、細かいことを考えないならね、2段ジャンプができるソニックみたいな感覚でほとんど使えるので、初心者にはいいんじゃないかなと思います。テイルスに並んでね、初心者にお勧めしやすいキャラクターになりましたね。で、体験版は4コースというんですが、まあ、2コースほど走り切りました。1つ目が一番最初のプレイ動画で出たジャングルですかね。で、2つ目がこの間の生放送でやってたカジノみたいなステージですね。その2つを走ってきたんですが、やっぱ楽しかったですね。まあ、プレイ動画とかでね、ほとんどステージは見えてるんですけど、改めてプレイして思ったのが、そのクラシック時代の一部の地形とかギミックの流用もあるし、で、また上や下に激しく移動したりとかね、長い坂道を走るシーンがあったりして、ソニックラッシュとか、ソニックアドバンスみたいなね、作りも混ざってて、モダンとクラシックのそのいいとこ取りしてるね、2D ソニックの最新作って感じで、実に面白いですね。2D ソニックが好きな作品がね、ある方は絶対満足できると思います。ルート分岐なんかもすごい多くて、体験版の中ではね、全然探しきることができませんでした。で、キャラクターによってね、これもまた変わってくるんで、非常に楽しみですね。ではこんな感じでね、話してきたんですけど、やっぱこのゲームね、期待していいと思います。これは私がそのソニックファンかつ、さらに 2D ソニックがね、好きだから言ってるわけではなくて、一般的なその根拠ももちろんあります。フューチャー部門のね、アワードの方を受賞しましたし、で、その証拠にと言いますか、予約証明をね、提示しないともらえないはずの T シャツが、お昼過ぎっていうかね、1時ぐらいから、1時のちょっと過ぎぐらいからもう在庫が切れるぐらいの勢いでなくなっていたんで、やっぱりね、もう予約してるユーザーもそれなりにいるっていうことが証明されましたね。まあ、お客なんですけどね、フロンティアの時はね、予約証明のやつが切れなかったはずなんですよね、全然その夕方3時とか過ぎるまで。だからね、なくなる速度が異常に速かったということです。まあ、ただ、フロンティアの時はね、特殊ボックスにレッドブル2つ、で、今回は T シャツだったんで、ちょっと生産できる数とかにね、差があったっていうのは想像のが容易なんで、必ずしもね、フロンティアの売り上げをこの時点で上回ってるみたいな証拠ではありません。まあ、公式動画なんかをね、ちょっと見ると、まだクラシックソニックとモダンソニックの再生数にはね、溝があるのも事実なんで、この作品が評価されてってね、今後伸びてってくれれば、ファンとしてもね、やっぱ嬉しいですね、とは思います。では、最後に締めの挨拶に入りたいと思います。ちょっとね、一周しか体験できなかったっていうこともあって、あんまりそこのね、踏み込んだお話ができないんですけど、まあ、とにかくね、とても人気で、事前投票とか事前予約の方でもかなりの数を稼いでいることは分かったので、期待の新作ということになりましたね。もちろんこのチャンネルではね、発売日から攻略してったり、あとね、随時攻略動画なんかも作っていきますし、それを前にね、予習でクラシックソニックシリーズで遊ぶ方にも向けて、まあ、各キャラクターの操作のコツとかをね、解説する動画とか、あと、ソニックオリジンズだけだとわからない、クラシックソニックの特にゲームギアを含めた、まあ、歴史の解説っていうんですかね。ソニック世界での事件の起こり方とかキャラクターの登場の順番なんかを解説する動画をね、作って、スーパースターズに備えていく予定です。もちろん今週末にはね、ソニックフロンティアの最新アップデートもありますので、そちらに合わせたね、攻略動画や攻略配信の方も予定しております。それではね、ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画にてお会いしましょう。チャンネル登録やね、高評価の方もお待ちしております。それでは。